こんにちは、アカデミアの富代です。今日はサロンで人気のスタイルをカットします。サロンスタイルの定番と言われる人気のショートレイヤースタイルをカットします。ショートレイヤーといっても今のサロンスタイルはいろいろな技術の要素が混じって人気のスタイルとなっています。長さのバランスを部分的に変えることでメンズに対応したりいろいろ変化することができます。はじめに日本語字幕がついていますので、英語、中国語、韓国語、その他の言語に全て変更して見ることができます。今回のショートレイヤーは、今や定番と言われる丸みを持ったグラデーションとレイヤー、そぎなどがミックスされて、毛流れや質感、立体感などが出ており、お客様に喜ばれているスタイルになります。前回カットしたウィッグを使っていますので、襟足部分はすでにあまり切るところがありませんが、襟足部分のカットの仕方は前回のショートボブと同じです。違いはブロッキング位置が今回はフロントサイドからバックセンターまで高い位置になったことです。では早速ご覧ください。まず、ブロッキングは目尻の上がったラインから少し下側に取り、後頭部はバックセンター、頭の一番出ているところより少し上ぐらいに楕円に取ります。はじめにバックセンターを分け、やや斜めスライスに取り、上からスタイルの出来上がりをイメージしてグラデーションの角度で下に向かってカットしていきます。2パネル目は、ここの三つ襟のところに縦スライスに近い斜めスライスで取ります。次は斜めスライスでパネル幅に対して角度はオンベースでカットしていきます。その後も斜めスライスで取り、オンベースでカットを進めます。耳の付け根の中心までカットを進めたら、次に反対側も同じような要領でカットします。反対側も耳の付け根の中心までカットを進めます。次に両バックサイドが同じ長さに切れているかどうかチェックします。その後、フロントサイドをカットします。ここでは顔に似合う長さに微調整できます。このように似合う長さを選びカットします。反対側も同様にカットし、顔正面で左右対称かどうか確認します。次にフロントサイドを横スライスに取り、毛束の角度を上に少し引き上げ、エレベーションカットして段差を作ります。このように持ち上げてカットすることで、ここに段差が生まれます。反対側も同じようにエレベーションカットして段差をつけます。ここに下との段差がつきます。次にバックセクションに戻り、ネープに締まりが出るように V ラインのスライスで2パネルぐらいチェックカットします。このパネルは襟足の表情を出すところですので、ギザギザになるようにチョップカットします。反対側も V ラインスライスで取り、襟足はシャギーにしたいのでチョップカットします。次にネープ部分を削ぎます。削ぎバサミの刃先を毛束の根元に向けて毛先まで削ぎを入れます。フロントサイド、もみあげ部分に厚みがありますので、薄く毛先の表情がつくようにそぎを入れます。両サイド同じようにします。
次にトップはセンターに分け、前頭部と後頭部を分けて、フロントトップ2パネルぐらいに分け取り、フロントサイドの下のガイドを見つけてステップグラデーションでチョップカットします。トップの次のパネルも同じようにカットします。反対側も同じようにカットしたら、その流れでバックセンターまでステップグラデーションでサイド方向に引きカットしていきます。もちろん反対側も同じようにカットします。次にバックセンターに角が残っているはずですので、ステップグラデーションで角を取り、綺麗な丸み U 字型になるようにカットします。次にトップ部分の毛束を上方向に引き出し、毛束に対して直角にカットします。その後、フロントサイドへと回り込み、チョップカットし、頭皮に対して直角に引き出し、カットを進めます。顔正面まで回り込み、カットを進めます。もちろん反対側も同じ要領でカットします。次に前髪は床に平行に持ち上げ、角を取るようにカットします。横幅は頭をボックスにイメージしてボックスのトップ部分です。前髪の毛先が少し薄くなるように毛束の角度を上に引き上げてカットします。次にトップ中心部にモヒカンガイドを作ります。前髪とバックセンターでカットした髪をガイドにモヒカンガイドを作ります。次にセンターで分け、スライスを取り、オンベースで毛束をカットしていきます。反対側も同じようにカットすることで、トップの髪は頭の丸みに沿った形になりました。次にセンターで分けて前髪をきれいに溶かし、前髪とフロントサイドをつなぎます。もちろん両サイドをつなぎます。次はトップとフロントサイドにできた角をカットしていきます。斜めスライスに取り、角を取りながらバックセンターまで回り込み、カットしていきます。もちろん反対側も同じように角を取っていきます。両サイドできましたら、次にそぎを入れていきます。そぎは中間から上の部分を削いでいきます。トップ部分は立体感が欲しいので、中間にセニングウィービングの要領で行います。空間を作ることで髪に動きが出ます。全体ができたらトップ部分は前髪を残し、ギザギザにスライスラインを取り、毛先を中心にそぎを入れていきます。こうすることで毛先の動きがイレギュラーに動きます。
前髪とフロントサイド、特にもみ上げの動きをフォアワードに動きが出るように調節します。カット終了後、簡単に乾かしドライにしたら、全体をよく見て重たいところにそぎをプラスします。よく見ると重たいところや毛先の表情などプラスしたいところが見えてきます。そぎができたら細かな紙をよく取り除き、ストレートアイロンでバッグ中心部下側からハンカールをつけていきます。襟足も少しカールをつけてやることで出来上がりがきれいに馴染みます。これが人間の場合はほとんど必要ありません。トップに向かうに従って毛束の角度を上げてカールをつけます。必要なところにカールをつけたらフロント部分です。前髪は内側にハンカール、方向性がきれいに出るようにかけます。トップ部分こそボリュームをつけてあげた方が仕上がりがきれいになりますので、ボリュームアップするようにかけます。サイドももみ上げ部分も馴染み方向性が出るようにハンカールをつけます。次のパネルはあまりボリュームが欲しくないので、馴染む程度のかけ方をします。トップは毛束を薄く取り、角度を変えてかけていきます。アイロンがかけ終わったら次に軽いワックスをつけて髪の根元の方につけてあげます。よく根元部分にまんべんなくつけるように心がけます。そして手ぐしでよく方向性や立体感をよく見て毛流れを毛先に表情をつけて仕上げていきます。はい、これで仕上がりです。では図解で再び見てみましょう。はじめにブロッキングです。第一ブロッキングはフロントサイドは目尻の上がったラインより少し下から取り、バックセンターの頭の一番出ているところの少し上に U 字型に分け取ります。後ろから見た第一ブロッキングです。ネープは縦スライスに近い斜めスライスでグラデーションの角度にカットします。このグリーンのパネルです。次のパネルも縦スライスに近い斜めスライスを三つ襟に向かって毛束を取りカットします。フロントサイドに向かってオンベースでカットしていきます。反対側も同じ要領でカットします。カット後左右対称かどうか確認します。次にフロントサイドのカットに入ります。フロントサイドは顔の大きさに合わせ少し前下がりにしたり、ここでは微調整して似合う長さにします。その後フロントサイドをエレベーションカットしていきます。図解ではパネルごとに色分けしていますが、このような気持ちで徐々に持ち上げてカットしていくという意味です。反対側も同様にエレベーションカットして前から見てフロントサイドのエレベーションの段差位置が同じ位置かどうか確認します。その後バックセクション、ネープのヘムラインに沿って V ラインスライスに取り2パネルぐらいチョップカットします。こうすることで後ろから見た時にネープに締まりが出ます。その後第1ブロックのそぎをします。
削ぎ方はネープのカットスライスラインと同じように毛束を取り、毛束の表情が出るように削ぎを入れていきます。フロントサイドはもみあげ部分が毛量が多いので、その部分を注意しながら程よい薄さに削ぎを入れていきます。次にトップのブロックをセンターで分け、放射状にきれいに溶かし、前頭部と後頭部を分けます。サイド、トップは横スライスで2等分に分け、エレベーションカットをした段差の上の部分をガイドにチョップカットしていきます。センターまでカットします。もちろん反対側も同様にカットします。両サイドカットできたらバックセンターへとステップグラデーションでカットしていきます。バック両サイド、サイド面方向に引きカットしていきます。バックセンターの尖った部分を U 字型になるようにステップグラデーションでカットします。次にセンターで分けてきれいにシェイプしたらトップセンターから頭皮に対して毛束を直角に引き上げ、毛束に対して直角にチョップカットします。同じように正面センターまでカットし回り込んでいきます。反対側も同じようにカットしていきます。次に前髪部分は頭を四角くイメージしてトップ部分を前に引き出しカットします。前髪が薄くなるように少し持ち上げてカットし、その後真上方向に引き上げカットし前髪毛先を薄くします。次にトップモヒカン部分を前髪とバックセンターをガイドに分け取りチョップカットします。この図のようにモヒカン部分をカットします。センターのモヒカン部分をガイドに図のようにオンベースでチョップカットします。その後センターに分け前髪とフロントサイドをつなぎます。次に斜めスライスに取り角を取っていきます。フロントサイドからバックセンターに向けて角を取りながら回り込みます。反対側も同じようにカットしてから同じようなスライスラインで削ぎを入れていきます。トップ前髪部分はスライスラインをギザギザにパネルを取り削ぎを入れていきます。全体の毛先の表情やバランスを見てウェットでの削ぎの終了です。こちらはまとめ図解になります。グラデーションショートレイヤー図解説明になります。はい、以上になります。次回はこのウィッグを使ってメンズベリーショットをカットしたいと思います。こちらも人気のスタイルになります。概要欄に過去動画も記載してありますので、よかったらご覧ください。気に入っていただけたらいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さんご視聴ありがとうございます。またお会いしましょう。さようなら。